チェンバーボーン。モッドコンペティション。王公式でモッドのコンテストとな。優勝賞金750ユーロ、日本円で約14万円。受賞者には手作りの木彫りのビーバー像が贈呈されます。これは欲しい。でもモッド開発は難しそう。なお中の人は昔クルセイダーキングス2を必死に日本語化しようとして、別途日本語版が発売されてブチ切れて、それ以降ほぼモッドをいじることをしなくなったレベルの低いビーバー脳でございます。まあソフトウェア開発のチームにも2年在籍してたらしい。簡単なモッドくらいなら作れるだろうから記念に参加しよう。いや僕プログラマーじゃなくて詳細な仕様のチェックやユーザビリティの向上とかそっち系のお仕事しか。細けいことはいいんだよ。どうせ優勝なんて無理なんだからとにかくなんか作れ。メタ社のザッカーバーグ氏の名言、完璧よりまず終わらせろだよ。それではモッド開発、開始だー。おー。そして6日後の姿がこれである。開発失敗。公式の方から開発環境の構築方法とか詳しく書いてあって、即日開発環境は整って楽勝かと思ったのに、モッドの出力まではできたけど表示されなかったりブループリントが読み込めなかったりエラー多発。そして開発3日目に気づく、提出期限機能じゃんと。ダメじゃねえか。そのテンションだだ下がりの中、あと少しで動きそうだったので粘って開発続行したけど結局3日後心が折れた。で何の成果物も出さないとコメント欄で、サボってただけだろと辛辣なこと言われそうなので、ユニティにチェンバーボーンモッディングのツールを導入して、サンプルを出力したぞと少しご紹介。追加したアイアンティス専用シャンティスピーカー、開発モードでサクッと化学ポイント増やして設置してみましょう。こちらは装飾に音楽を流すスピーカーを追加するモッド。この手の仕様を理解できれば、装飾は好きなだけ追加できそうだな。なお、私は前から欲しかった透明な堤防が作りたくて、ガラス堤防のモッドを作ろうとしたけど断念しました。軽さを強靭な握力で握りガラスを作るという設定。既存の堤防の不透明度下げるだけだから、ぶっちゃけ即日作れると思ってました。実力不足のビーバー脳であった。ユニティからもゲーム側でもブループリント見れるので、参考にして追加しようとしたけどなんかできんかったよ。既存のオブジェクトまるっと有用はシステム的にダメだろうが、コピーしてリネームしても追加すらできなかったぜ。あ、せっかくだしシャンティスピーカー鳴らしましょ。声ありの BGM なんで著作権に引っかかると困るので音は編集で消してます。畜生。てか昨今は AI でプログラミングするバイブコーディングで簡単にできそうなもんなのにな。まあ自分のプログラミングで詰まって3日間ジェミナイと相談して開発してたよ。Chrome で複数タブ開いて公式のモッドの開発ページをジェミナイと共有してプログラム書かせたんだけど、丸1日かけてもエラー多発、そして AI の出したエラーの修正案。そのモッドフォルダーの中身全部消せばエラー消えるよ。ふざけんなよこのクソ AI がこうして3日ほど AI と喧嘩して心が折れ開発は終了した。では1週間経って何やってたか忘れちゃったので前回のおさらい。頭のおかしい貯水湖拡張工事。がっつりトンネル掘って葉っぱで崩落させ無事巨大な貯水湖になりました。それではモッドのことは忘れて地道に開発再開だぜ。まずはトンネル掘りで使った足場の廃材の片付けから。ビーバー、ずらー。キリキリ働けー。そしてビーバーたちにはこの実績、回し車のみで2000馬力をやってもらうぞ。モッド開発ではかなり辛い思いをさせられた。この辛い思い、ビーバーたちにもお裾分けだー。最高にいらねえお裾分け。てなわけで、サクッと紅葉区横に回し車をホイホイホイ。こんな感じでおなしゃーす。実績解除するだけのための、何のひねりもない回し車ずらー。前回の崩落漏れっぽい場所があったのでここも崩しましょ。細かい修正入りまーす。そういえば尻尾のスタンプ追加のモッドは出力できたぞー。いやそれモッドにしなくてもピングファイル追加するだけでできるし。糸かなし。綺麗に崩落できました。ただいまの動力供給は4万、余裕あるから水汲みポンプをフル稼働じゃー。無駄にでかくなった貯水湖の水位が上がるかな。そういえばただいま4日の汚水期中、残り 1.4 日になったけど未だ片付けは終わらず。こりゃ汚水期中に終わらなそうだ。てかもう板をしまう資材置き場が足りない。適当に近くの駅前に地下貯蔵庫建てるぞ。ここなら瓦礫とも近いし片付けもはかどるかな。そういえば貯水湖の排水用の水門周り、汚水期中に整備しようと思ってたのに忘れてた。てかプレイ再開に1週間空きがあったからもう色々と忘れてそう。もともと低スペックなビーバー脳だしな。ゴリゴリほーい。ビーバー語で怒るな。いのー、ちのみず。特にこれといった成果もなく片付けしてただけで汚水期が終わった。
おらー水門工事急げー。湧き水出てるぞ。水が外に漏れ出す前に完成させろー。まあ溢れ防止の排水用、別に漏れても構わんだろ。はっはー。1段だった水門が2段になり横幅も拡張、流入量が増えてもこれなら洪水にならないで済むぜ。溢れる前にギリ完成。そして片付けの進捗は、半分程度しか終わってねえ。追加の資材置き場も完成してるから、あとは根性で運んでもらうの待つしかないね。だな。汚水期明け4日経過し、その倉庫すらいっぱいになり夜中にこっそり増築指示。夜中にやるなよミニキーだろ。データ在庫1万もあるじゃねえか。こりゃしまうより使うこと考えないとだねやったー、ビーバーお待ちかねの回し車完成だー。何匹かまだ職場にたどり着いてないがいい感じに回ってるぜ。無事2000馬力の実績も解除成功。もっと開発の鬱憤をビーバーにお裾分けしレイムさんにっこり、留飲は完全にゼロへ。通勤中に蜂に刺された模様のブサオも一生懸命回しております。顔パンパンになって手前とか見づらそう。頑張れー。まだ解除できてない実績に1日メープルペストリー以外食べず、1000個食べるとかあるんだけど、いつかやりたいがめちゃむずいな。はい楽しい時間はおしまい、こんなもん撤去じゃー。ああみんな楽しそうに回してたのに。動力作るためにビーバー使うなんてもったいない、建設作業に戻れー。出来たてほやほや即瓦礫。しかしもう瓦礫を保管する場所もない、ここらで一気にドーンと使うどー。こうして水道橋に無駄に水車を設置する工事が始まった。おっと一応ミスったので削除、じゃあおいなんか見えてないところ壊れたぞ。うっかり印刷所を壊してしまった模様。なんか床面もまばらに穴開いてんぞ。元々の施工不良臭いな。直しまっしゅ。そしてこの後もビャーっと水車の設置をひたすら施工指示。こりゃなかなか大規模事業になりそうだ。こんな感じでおなしゃーす。水車、ずらー。1機60馬力程度しか出ないっぽいけどこれだけあればいくらかの足しにはなるかな。正面から見るとこんな感じ。やってることは単純だがこうしてみるとお前のあたおかっぷりがよくわかるな。あたおかとは失敬な、あたおかってのはこういうのを言うんだ。なにこれ？わからん。崩落させた場所のは覚えてるけど、いつの間に浮遊する大地になったのやら。浮遊島、それはそれでかっこいいかも。明暗だ。でもセーブ&ロードで消えた。儚すぎる夢終了。水車建設中だけど動力余ってるので、昼間だけ止めてたメリーゴーランドを終日開放に変更。これで昼間も子供たちが遊べるぜ。さあ動力は余ってるが水車を作ってパンパンな倉庫の中身を片付けるのだー。後ろに尖った丸太を持ってるビーバーがいる作業者は感覚に注意し、お尻に刺さりそうな場合は尻尾で避けましょう。印刷所の復元作業が終わったので、ついでに自動化設定して稼働も開始。ビーバーが読書する時代へ突入。いえ本は食べ物です。そうだったな。やっとこさ貯水湖の瓦礫の回収が完了。汚水期から約10日間、お疲れ様でした。汚水ドレーンの完全封印のための足場を設置。綺麗に封印しないと汚水の滲みが気になるんだよな。夏草や、つわものどもが、夢の後。松尾芭蕉の有名な俳句。45匹も怪我しとる。うちのレイムさんはボット嫌いをこじらせてるのでビーバーの負担がやばい。とりあえず医療ベッドマシマシで様子見て、ダメそうだったらまた考えましょ。一日でも早いご回復をお祈りしています。水車が結構完成してきたけど動力はご覧の通り。あれ？なんか少なくね？3連水汲みポンプ稼働させた時4万出てたから、風車の気分次第な感じかも。水車は安定してるけどパワー不足が否めないな。じゃあ止めてたこの水汲みポンプも稼働させて、水道橋側に流して水流をアップさせましょ。動力のためにバカ食いの自動組み上げポンプを稼働させる。これがくるみサイズのビーバー脳だ。てなわけで水流が反対になるので、逆流しないように貯水バルブを再建設と、細かい修正入りまーす。水車もこんな感じでおなしゃーす。しかし自動水汲みポンプは一機の構成、果たしてどの程度の動力が出るのやら。水耕栽培の池で蒸発する分もあるから気持ち程度しか回らないかも。ほぼほぼ完成したけどやっぱり動力減ってるけん。風力次第でだいぶ変わるけどなかなかに微妙。まあ資材はまだ有り余ってるし、ここまで作っちゃったし最後まで作り込むどう。おー。では駅を一マスずらせば水車が置けて綺麗に収まるので、駅を変えたーい。水道橋水車最後の微調整開始だぜ。ジップラインが使えないとちょっと大変だけど工事よろしく。
既存の駅を解体し新しい駅の建設が始まった。その結果がこのざまである。水中立ち泳ぎでの立ち往生。しかも4匹も重なっておる。これは可愛くない。微妙に毛色の違うビーバーがチラ見えしてキモいまであるな。救助が来るまでそのまま立ち泳ぎで待っててね。こりゃふくらはぎパンパン確定だ。そして救助待ってたら換気警告奥。寝てたビーバーが警告音で数匹起きたのか肝度がアップ。てか水中で寝るな、沈んだら息できないよ。なおこの後無事救助されました。水流に流され水車に挟まれたら大惨事なのに、こんな場所で寝られるビーバーはほんといい根性してるぜ。挟まれ事故は怖すぎ。さあジップラインの再構築、建設急げー。ほぼほぼ完成した感じだな。板の在庫が3000ほど減ったみたいだ。夜中にこっそり最後の調整。駅前の階段がシャフトが邪魔で設置できなくなったので、螺旋階段でメンテ用の通路に行けるように改修した。あと工場に繋がるシャフトが邪魔で一箇所水車が置けないのでシャフトの迂回工事。これで水道橋水車の工事が完工だぜ。さて換気まであと 1.6 日あるし、汚水の貯水池の工事の準備でもしようかね。ここ汚染のシミ対策が完璧じゃないから微妙に気になんだよな。では改修工事の時に工場が止まると嫌なので、シャフトの迂回工事でもやっときましょ。この後どう工事するかは匠の腕の見せ所だな。汚水期明け12日目、でかくなった貯水湖が満水になったどう。よく見ると奥側が一段高くて手前が一段低い。湧き水の位置的には手前を一段高くしたいな。めんどい。おい。板の在庫も少し減ったし倉庫徐々に買いたいっと。倉庫に空きがあると自動化で工場稼働しちまうもんな。夜中にこっそり自動化のタイマーの実験。夜中にやるなよミニキーだろ。自動化、それは映えないのに地味に面倒な作業。次回には自動で花火が打ち上がります。ネタバレしないでよ。へっへ。マップ端っこの緑地化のために平坦化工事を開始。作業現場が遠いからジップラインの構築が最優先だな。水は流れてるけど水車回っとらへん。でも今シーズン最大馬力の5万超えを達成だぜ。こっちも水汲みポンプ3機とかに増設しようかな。それはそれで水道橋が溢れないか心配だな。鳥まこ細工で堤防で水流上げれないか試そう。水道橋の柱で下を緑地化してるから、変に堤防設置すると緑地範囲が減りそうな気もする。まあお試しで。換気が来るぞー。今回の換気は6日間か、私がもっと開発した期間と一緒だね。リアル時間をドブに捨てた期間だな。ぶっ飛ばすぞ。すまん。ではがっつり水道橋に水車を作ったけど思いのほか動力増えなかったなーってところで今回はここまで。もっと開発で更新滞ってすみませんでした。これからはいつものペース配信に戻りますので応援してくださる方はグッドボタンをがっつり時間とってもっと開発するもまともな成果も出せず水車設置も大した成果を出せなかったレイム。次回は何らかの成果をお見せすることができるのか？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。